朝、して欲しそうなことを想像し、してあげると、その日一日の関係が優しくなる。夜、して欲しそうなことを想像し、してあげると、良質な睡眠をしてくださる。カワウソのカップルは、手をつないで眠る。記念日に、綺麗な花をあげると、しばらくはご機嫌でいてくださる。お腹が空いてそうな時は、何を食べたいのか、先読みして料理してあげると、幸せそうな顔をいただける。コアラの特技は、寝姿。細い木の上でもコアラのカップルは一緒に眠る。木の上でもコアラの家族は同じ格好で眠る。誕生日の日は歌を歌ってあげると思い出として記憶に保存してくれる。悲しそうな時は無理に笑わせようとはせず話を聞いてあげると元気になってくださる。モモンガの住処は古木。着地の瞬間が心配だが大きなモモンガは100メートルも滑空することができる。モモンガは割と社会的な動物で複数で木の洞に住むことがよくあり、寒い時期には体を寄せ合って温まり、天敵からの防御も集団で行う。繁殖期には特に活発に交流する。分かって欲しそうな時は褒めてあげるとレベルが上がる。ほぼどのタイミングでも痩せたねと言うと嬉しそうな顔をする。怒っていそうな時にさりげなく甘いものをあげると一瞬怒りを忘れてくれる。怒りが消えることすらある。落ち込んでいる時は抱きしめてあげるとお互い落ち着く。ラッコはお気に入りの石を一生大切にする。石をなくすと餌を食べることができなくなる。カワウソと同じく寝る時は手をつないで眠る。大事な石は脇のポケットに入れておく。ハリネズミは背中に硬い針が生えていて1000本以上生えていることもあり、丸まることで身を守る。約束をするときは裏切らずに守ると信頼してくださる。集中して何かをしてそうなときは静かに見守ってあげると良い結果を残す。フェネックは可愛い動物だが目を少し細めるとさらに可愛い。寝顔も可愛い。キツネは何やら少し穴を掘りふかふかの丸いベッドを作って寝ている。それに全く気づかず足をそこに踏み込んでしまった。ふかふかのベッドだった。人間にとってはちょっとした落とし穴のような深さだった。こっちもびっくり、キツネもびっくり。丸まって寝ていたキツネは飛び起き戦闘態勢をとり、シャーと言われたが謝ったら許してくれた。絶対に噛まれるとも警戒したが野生の世界にも謝罪は通用した。綺麗な月夜のことだった。月が照らしたそのキツネは怒ってたけど眠そうで可愛かった。ごめんなさい。昆虫採集をするときは足元もよく見ましょう。機嫌が悪いときに悪口を言ってしまわれるときもあるが、こちらもつられて悪口を返さない限り喧嘩になることはない。暇そうなときにどこかへ連れて行ってあげると後からも思い出してくださる。可愛いものを見つけたときは君が感動してるその可愛いものよりも大抵君の方が100倍は可愛い。体調や健康を気遣うことは幸せな時間を延ばし君といられる時間に直結する。チーターの鳴き声はニャー。しかも野生のチーターでも人に懐くことがある。撫でてあげるとゴロゴロと猫のように喉も鳴らす。理由としては喧嘩に弱いからだそうで、走ることに特化した狩りのスタイルは怪我をするとしばらくの間狩りができなくなってしまう。スタミナもすぐに切れてしまう体つきをしていて、自分より大きな相手とは戦えず大きな獲物とは仲良くなってしまうことさえある。ウーパールーパーには驚異的な再生能力があって、失った手や足を再生でき、心臓や脳までも再生できる。少し寒そうな時は上着を貸してあげると温まってくれる。外出中はトイレを気にしてあげると困る顔を見ないで済む。外出の行き先が決まったらトイレの位置を調べておくといい。特に外国だとコンビニの数が少ないので実際は本当に注意する必要がある。モグラは体に何かが触れていないと怖がる。トナカイの目の色は季節によって変わる。寒い環境でも目を保護するための仕組みで、冬は青く夏には金色っぽくなる。ゾウは記憶力が良すぎる。20年以上前に出会った人や動物を覚えていることがある。口数が少ない時は一人で何かに悩んでいたり寂しくなっている場合がある。そんな時は解決策を無理に探すことよりも横にいてあげると安心してくれることが多い。重たいものを持っている時は持ってあげると怪我をしないでくださる。スマホを持ったままや頭の近くに置いたまま寝てしまった場合はそっと距離を離しておいてあげると君の脳は健康でいてくれる。ほとんどの白クマは左利き、カンガルーは後ろに歩けない。
イルカにはそれぞれ名前がある。自分の名前を呼ばれると反応することが分かっていて、名前を使って仲間とのコミュニケーションをとる。精神的に大人で優しくて強い君は、さらに猫よりも花よりも宝石よりも美しい。月日が経つにつれ、その成長は積み重なり、真剣な話をするときには常に視点の次元が違う。明らかに苦しそうな時でも笑うことを忘れない。あんなに泣いていた次の日でも自分磨きですら怠らない。110のライオンは毎日16時間も寝る。ライオンは1日のほとんどを休んで過ごし、実際には16時間以上寝ていることが多い。その睡眠時間は人間の赤ちゃんと同じくらいの長さになる。パンダは毎日12時間以上食事をする。ワニは100年以上生きることがある。タヌキはワンと鳴くことがある。君は突然泣き出すことがある。突然怒り出すこともある。そうなったら落ち着きますように、落ち着きますようにと、こちらが落ち着いていたら君もだんだん落ち着いてくる。欲しかったものをあげるととても喜んでくれるが、心の忙しい君は例外はあるとは思うが、大抵手に入れた次の日には飽きている。しかし手に入れた瞬間の笑顔はありがたくいただける。君の言葉はたまにとても難しい。言っていることはわかるが、よくわからないというか、理解はできるが何のことかわからないというか、しかし熱心に話す姿は可愛くてありがたくいただく。インコ、オウム、ホシムクドリ、キカンチョウは人間の言葉を真似することができる。他にもたくさんの鳥が人間の言葉を真似することができて、一部のカラス科の鳥も真似することができる。カメは最長で250年ほど生きたことが確認されている。そのカメの種類はアルダブラゾウガメで、名前はアドワイチャ。18世紀半ばにイギリスの水夫がセーシェル諸島から捕まえてきた。ペンギンは実は走ることができる。一見歩くだけに見えるペンギンだが、実は時速に3キロで走ることができる。猫は1日のうちに5回から10回程度顔を洗う。君が車道側を歩いているときはさりげなく歩道側へ誘導してあげると危険を取り除くことができる。君の様子がおかしいときは君が何かと戦っているときだと思うから、できるだけ優しくしてあげたいと思う。君の様子が元に戻るまで、君と海外旅行に行くときは自分は機内持ち込み荷物のみにさせていただき、自分のスーツケースは空の状態で預け荷物にして行かせていただくと、君は思う存分買い物することができる。トラは他の猫科の動物とは違い、水を怖がらず、むしろ泳ぐのが得意。トラを飼ってみたい方はプールの購入も検討しましょう。キリンは独特な歩き方をする。通常の動物と異なった歩き方で、前足と後ろ足を同じ側で同時に動かす。この歩き方は同足歩行と呼ばれている。キリンは他の動物と仲良く暮らすことが多い。シマウマやアンテロープと群れをなすことが多く、高い視力を生かして遠くから捕食者を見つけ、シマウマやアンテロープに警告を送る。カバは両生類、哺乳類に分類されていると思われがちだが、一日のほとんどを水の中で過ごすため両生類として分類されている。サイの角は人間の髪や爪と同じ成分でケラチンという物質。ウサギは寝ている時でも耳を動かしている。ちなみに子供のウサギはぬいぐるみと見間違うほどものすごく可愛らしい。どんなことでも正直に話し、隠し事をしないだけで嘘や隠し事への優れた直感を持つ。君の精神は安定する。好きかどうかを何度も確認する君が何を考えているのかわからないけど、好きだよと答えてあげると満足そうな顔をいただける。小さなことでも何かをしてくれた時はありがとうと言うと深い絆が築かれる。困難や失敗の時はお互いがサポートし合うと、一緒に過ごすだけではなくお互いが成長する。いつまでも一緒にいたいけど、いつか二人も星になる。一人より二人でいる幸せを君が教えてくれる。